2023年製新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー44。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。夜間でのフロントパネル周りの状況です。これまでナンバー1動画でフットライトブルー、ナンバー3動画でドアミラースイッチをイルミ化とドレスアップしてきました。 N ワゴンのフロント側にはさりげなくインナーランプが4つ配置されています。純正はアンバーでさほど明るくないためドリンクホルダーなどは気づかないかもしれません。運転席側のドリンクホルダーです。純正外で何種類かの色があり変えて試すのも面白そうです。しかし交換はなかなか大変そうです。ランプ切れのこともあるのでまずはアクセス方法をちょっと試行錯誤してみようと思います。今回はフロントに配置のこれらインナーランプのお話です。興味のある方は引き続きどうぞご視聴ください。インナーランプの点灯状況。デフォルトでのインナーランプ点灯状況です。前述の通り場所はトレーと左右の足元、それと右のボトルホルダーです。明るさは主観によりますがフットライトは少し暗めに感じます。でも製品は4つとも同じものです。純正で色が選べれば良いのですがアンバー1色しか選択肢がありません。ランプへのアクセス難易度はフットライトはさほどではありません。しかしトレイやフットライトは別としてボトルホルダーは難易度が高そうです。見たところボトルホルダーはランプ点検ができないようです。好みで炎色性に興味を抱いても製品の適合性やランプアクセスが簡単ではありません。ランプ交換にはもう一工夫欲しいところです。グローブ下のフットライト。グローブを抜き取ると受けの水平剤裏にフットライトが取り付けてあります。構造は受けに切ってある溝に差し込むだけの簡単なものです。戻すにはソケットを差し込んでから受けの溝にキャッチャーを差し込みます。見えないのでちょっと大変ですが頭でイメージを作って作業します。ここは4箇所の中でアクセスが一番簡単です。最初なのでもたつきますがイメージができて慣れればもっとスムーズにできるでしょう。ここに差し込みます。イルミに切り替えて点灯確認をしています。ハンドル下のフットライト。ハンドル下のインパネを引き下げています。フットライトはこのトレイ中央真後ろにあります。トレイ左端の下に1個クリップがあってそれを外すとより作業しやすくなります。この状態で下から手でキャッチャーを開きます。ホルダーは硬くないのでランプ本体はコネクターごと手で外せてそのまま戻せます。運転席側ドリンクホルダー。運転席側ドリンクホルダーのインナーランプは手前側に配置されています。明るさもさほどではないので注視しなければ気づかないかもしれません。N ボックスは左側面についていますね。なぜ位置が違うのかは分かりませんがどちらも外すのは簡単ではありません。理由は内部でネジ止めになっているからです。本来ならこのインパネを完全に外して上のパネルも外すのでしょうがそこまでしなくともできるようです。インパネの右下を引っ張って外します。こんな感じです。
横にコネクターが見えています。この状態でコネクターはエジェクターを押して抜くことができます。こんな感じでなんとか抜くことができます。ランプ本体も外すことができれば良いのですが、ちょっと無理でした。大掛かりにならないように引き続き考えてみます。ホルダーはネジ3点で止まっていて、内2本を内部で外しました。そうするとこのようになります。この状態なら本体を外せます。本体が見えています。キャッチャーが柔らかい素材なので、マイナスドライバーの先で押して外します。ちょっとやりづらいですが、パネルを全部外すよりははるかにマシです。戻すときはこれまでの逆動作です。このように表側から体裁を整えます。ある程度戻したら緩めたネジ2本を締めていきます。ネジ止めなのでヘラでホルダーを無理やりこじ開けようとすれば破損します。しっかり背中でも2箇所止まっているからです。こんなネジでした。基本的に爪かクリップで固定していると思っていましたが意外です。本体はメーカーによって内部の突起や端子の高さが違います。手配は慎重にしましょう。このあと8分11秒頃に本体の寸法を詳しくお伝えします。残りのネジ1点は右手前の角で止まっています。この角です。こちらの丸い突起がネジ受けになっています。これを外すには内部が狭くドライバーも使えないので、パネルを外さないと無理です。なのでこの角は触らず本体を外せるか試してみたのです。何気にうまくいってよかったです。難関はこの背中のネジ2本です。裏に手を入れて短いドライバーで緩めます。幸い下からネジ頭が見えるのでなんとか外すことができます。ネジを緩めていますがこんな感じに見えています。全部外すと戻すのが厄介なのでいっぱい緩めて作業します。インナーランプの形状。本体とコネクターを並べてみると大きさだけでなく突起が合わないとつなげないことが分かります。インナーランプ本体です。純正の接続口には内部に突起だけでなく画面下の部分に書き込みもあります。この書き込みはなくても良いような気もしますが何か理由があるのかもしれません。メーカーによって突起が1本だったり書き込みがなかったり様々です。製品写真は突起がよく見えなかったり大きさがよくわからないものがあります。特に耳の部分は大事なので本体寸法を詳しく測ってみました。これはグローブボックス下部のフットライトを外したものです。これで採寸してみます。コネクター側は端子内部の突起を下に見て横 10.6× 縦 10.8mm です。ランプ側はちょっと大きくて横 13.0× 縦 10.8mm です。長さは 36.0mm で TH4Y7R2 と刻印があります。本体を受けるホルダーの内のりは 12.9mm です。メーカーによって類似品が多いので
購入は注意が必要です。チェックポイントはコネクター接続口の突起形状とホルダー側の大きさです。同じホンダでも車種や年代で違うものがあるようです。ホルダーには本体の耳がはまる穴が開いています。本体にはホルダーに当たる部分に耳がついています。この受けにちょうどはまるようになっているので、両者の規格が合わないと取り付けできません。耳の位置は先端から 5mm 入って 6mm の長さで、耳と耳の外面は 15mm です。耳の高さは茶色の面から 3mm で始まっています。ホルダーは丸くくぼんでいて、そこに LED の円形部分がはまり込むようになっています。助手席側トレイインナーランプへのアクセス。助手席側トレイです。インナーランプはちょうどこの2つある吹き出し口の中間にあります。これはどうするのでしょう。単純に考えると空調パネルやナビ、吹き出し口パネルを外してアクセスとか考えそうです。改めてランプを見てみると、どうやら点検形式になっているようです。短いマイナスドライバーを使って開けたらこのようになっていました。メーカーさんはちゃんと考えていますね。ということはボトルホルダーだけが難易度が高いのですね。それとも私の見方が悪いのでしょうか。知っている方あるいは気になる方はコメントお願いします。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。